不動産屋さんの怪談です。今回のお話は不動産屋ならではの空間と時間の怪談と言えるかもしれません。このお話を提供してくださった方は現在40代後半の主婦の方で、仮にのりこさんとしておきます。それはのりこさんがまだ10代の頃で、ちょうど高校を中退し、その時付き合っていた彼氏のアパートに初めて訪ねた時のことでした。その彼氏のアパートなのですが、当時すでに築40年ぐらいの、今にも朽ち果てそうなオンボロの木造平屋の4軒長屋だったそうです。正確には4軒長屋と3軒長屋の2棟あったそうで、のりこさんの彼氏の部屋は4軒長屋の方の道路側から一番奥だったそうです。古い長屋のアパートでしたから珍しい間取りをしていました。横並びに4部屋つながっており、各部屋のドアを開けると右手にキッチン、左手にトイレ、その奥に部屋があり、すりガラスの引き戸で区切られていたそうです。よくある 1K のアパートの間取りでしたが、風呂場だけが別の建物にあり、ちょうどその4軒長屋の裏手に並行して4つの風呂場が横並びにありました。ですからお風呂場に行くときは一度部屋の奥にあるドアを開けて一旦外に出なくてはならず、真正面にあるドアを開けると自分専用の風呂場だったそうです。のりこさんが初めて彼氏のアパートに遊びに行った時でした。彼氏の部屋のドアを開け、奥の部屋に入ったそうです。その時キッチンとの間にあるすりガラスの引き戸が少し開いていて、キッチンの奥が見えました。のりこさんは何か違和感のようなものを感じたのですが、彼氏に悪いので何も言いませんでした。彼氏の部屋は薄暗く、昼間でも電気をつける生活だということでした。そんなある日、のりこさんは初めて彼氏のアパートに泊まり、深夜かなり遅く一人で裏の風呂場を利用した時のことです。先ほども説明した通り、4つの風呂場にそれぞれ4つのドアがついており、彼氏の部屋の風呂場は一番右手のドアを開けるとありました。中に入り、のりこさんはぎょっとしたそうです。その風呂場と風呂場の間には壁がなく、4つすべてが横並びにつながっていて、間にボロボロの布切れの寸足らずのカーテンで仕切られているだけでした。何よりも驚いたのは、中は豆電球一つだけで真っ暗だったそうで、もし隣の浴槽に誰かがいても見えないくらいでした。まるで真夜中の廃墟の風呂場のようで、あまりに不気味だったので、のりこさんはお風呂を使うのを諦めました。そこで水で軽く体を拭くくらいにしておこうと思い、洗面器に水を汲んでいたそうです。すると左手の奥の方からチャポンチャポンという水の音が聞こえてきました。のりこさんはあれ、誰か入ってるのと思い、ふと真っ暗な奥の方を見たそうです。ただの水漏れかもしれないので、じーっと目を凝らして一番奥の風呂場の方を見てみました。すると真っ暗な中、何かがうごめいていました。それは黒い人影のような塊で、もぞもぞ動いているのです。その異様な雰囲気に、のりこさんは本能的に逃げなくてはと思い、すぐ服をつかんで外に出て彼氏の部屋に戻ったそうです。彼氏に今他の風呂場から水音が聞こえたことを話すと、その日は平日で夜勤の人もいないので、こんな夜更けに誰かが風呂場を使っているはずがないというのでした。その後しばらくして、のりこさんは今度は彼氏と一緒にお風呂場に行ってみたそうです。そして風呂場のドアを開けると、のりこさんは唖然としました。さっきは風呂場が横につながっていて、間にボロ切れがぶら下がっていたのに、ちゃんと隣と壁で仕切られているのです。きちんと四方に壁がある一部屋の風呂場で、電気も明るいのでした。のりこさんは、さっき私が見たものは何だったのと思いました。あの時ドアを開けた瞬間、違う世界、つまり違う時代に迷い込んでしまったのかと狐につままれた気分だったそうです。
不思議な体験はそれだけではありませんでした。ある日アパートでのりこさんは彼氏の帰りを一人で待っていました。本を読んでる最中、ふと視線をキッチンに向けると、すりガラスに人影が映っていました。ああ、彼氏が帰ってきたのかと思い、すぐそのガラス戸を開けたそうです。ところがそこには誰もいないのです。すりガラスですからかなり近くに立たなければ人影は見えないので、開ける寸前まであった人影が開けた瞬間に消えているということはありえないのでした。のりこさんの背筋に冷たいものが走りましたが、このことはあえて彼氏には話さず、その後半同棲状態になっていったそうです。その後ものりこさんが一人で寝ていると、ふと目が覚め体が動かないことに気がつきました。すると隣に見たこともない女性が横たわっていて、のりこさんと目が合った瞬間、見るなと怒鳴り、その女はみるみるネズミの姿に変わり逃げていったそうです。夢だったのか、はたまた妖怪を目撃したのか、いずれにしろ恐怖で固まってしまったそうです。あまりに怖かったので、次の夜からはのりこさんは布団の位置を変えて寝ることにしました。その夜は珍しくのりこさんはうつ伏せで寝ていました。体は妙に熱く感じ、ふと誰かのひそひそ声が聞こえてきたそうです。誰と思い、そっとうつ伏せのまま目を開けると、のりこさんのお腹の真下にぽっかりマンホールぐらいの大きさの真っ暗な穴が開いていたのです。のりこさんは驚愕しましたが、体を動かすことも声を出すこともできません。するとその穴からガキたちが出てこようとしているのが見えました。そのひそひそ声はガキたちの声だったのです。ガキとは痩せこけてお腹だけが膨れた飢えと渇きに苦しむ亡者のことで、地獄絵巻などで描かれているものです。旋律が走る中、のりこさんはしばらくガキたちの話を聞いていましたが、聞き取れたのは地獄の門、封印、迎えに行く、時間がないという言葉だけでした。それだけでも十分すぎるくらいの恐怖で、ずっと目を閉じてガキたちに消えろと願っていました。どれくらい時間が経ったのか、気がつくと真っ暗なブラックホールのような穴は塞がっていて、元の布団の上だったそうです。もうさすがにここまでの体験をすると、他でこんな怖いことは一切ないので、このアパートに問題があるのだろうと思いました。結局のりこさんはすぐ彼氏と別れ、アパートには二度と近寄らなかったそうです。古いアパートの時空の歪みが引き起こす怪異を、のりこさんだけ波長があって見えてしまったようですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。